皆さんこんにちは、消しゴムです。今回のテーマはスケッチブック。先日旅した古都鎌倉の風景をテーマにスケッチを完成させるまでの私の全手順をご紹介します。旅の感動をどう一枚の絵に落とし込むのか、私が実践しているスケッチの具体的な技法を順によって説明していきます。スケッチの成否を分ける最初のステップは描く対象の決定です。私は旅が好きなので、現場で自分の目を通して最も心が惹かれた場所や建物を描くことにしています。こちらの動画は先日自宅から自転車で鎌倉にいた時の映像になります。早朝の鎌倉を旅したので、今回はそちらをスケッチブックいっぱいに描いていこうと思います。スケッチブックにいきなり描き始めると全体のバランスが崩れがちです。そこで私は事前に iPad を活用します。アプリの Procreate というものを使い、スケッチブックと同じサイズのアートボードを作成。その後撮影した写真をそこに並べ、どの位置にどのぐらいの大きさで配置するかを正確に決めていきます。このデジタルでのシミュレーションがアナログ作業での失敗を防ぐための設計図となります。ただちょっとずれてる方がアナログっぽさもあるので、正直甲乙つけがたいんですけども、最近はこのようにデジタルも使用しています。レイアウトが決まれば、いよいよスケッチブックでの作業開始です。まずはシャープペンシルを使い、決まった配置を転写していきます。この段階では建物の細部まで描く必要はありません。丸や四角といった簡単な図形で当たりを取り、建物の大まかな外形と配置を確認していきます。下書きで骨格が定まったら、次にペン入れです。基本的に私はペン入れにはピグマというペンを使用しています。ピグマのペンは様々な太さがあり、耐水性にも優れているため、後の色塗りの際も安心です。この線画で一番大事なのは完璧さを求めないことです。あくまでスケッチですので、多少の線のブレや粗さを残すことで手書きならではの味、そして旅のラフな雰囲気が表現できると考えています。無難にまとめず適当にかつ大胆に描くことがスケッチブックの魅力かなと思っています。ペン入れが終われば色塗りです。今回はアルコールマーカーのコピックを使います。色塗りの鉄則は必ず淡い色から塗っていくこと。こうすることで色のムラが目立たず、自然な陰影やグラデーションが生まれます。ちなみにスケッチ界隈ではアルコールマーカーと水彩絵の具が主流です。私自身はコピックが得意なのですが、水彩画にも挑戦したいと考え、先日ユーキャンで通信講座を申し込みました。水彩の技術がどう上達していくか、その様子も今後 YouTube で随時お見せしていく予定です。ぜひ楽しみにしてください。色塗りが終わると仕上げに文字入れです。私は描いた建物や風景に関する補足情報を書き込むようにしています。そして補足情報はただただかっこいいって理由から英語にしています。皆さんは全然日本語でいいと思います。これはただ本当にかっこいいかなと思ってやってるだけなので。はい、これで鎌倉スケッチの完成です。どうでしょうか。デジタルで準備を整え、アナログで表現し、最後に遊び心を添える。これが私の実践するスケッチブックの仕上げ方です。この手法が皆さんの趣味の時間を豊かにするヒントになればなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。消しゴムでした。バイバイ。